こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、カップヌードルのシンガポールチリクラブを食べたいと思います。こちらね、4月に発売されたみたいで、今カップヌードルで人気のエスニックシリーズみたいです。エスニックシリーズっていうのはトムヤムクンヌードルとか出たじゃないですか。あれから結構カップヌードルがエスニック系に力を入れてるみたいで、そのシリーズだと思います。結構ね、シンガポールシリーズ私も好きなんですよ。でも大体ちょっとピカですね。でも味が濃くって結構美味しいですよね。本場の美味しさをカップヌードルでお届け。シンガポールを代表する人気料理チリクラブをカップヌードル流にアレンジしました。チリの辛みを卵がまろやかに包み込むピリ辛のソースとカニの旨味がマッチする絶妙な味わいが特徴です。とのことです。じゃあ作り方いきたいと思います。作り方ってことじゃないです。お湯入れるだけですけどね。はい、こちらがカップヌードルシンガポールチリクラブですね。蓋の上にはチリクラブペーストがついています。蓋の上で温めるタイプのやつですね。後入れのやつです。オイルかな。はい、でここにシンガポール日清開発協力って書いてありますね。すごいですね。シンガポールにも日清があるんですね。私もアジアの麺で日清のやつ食べたことありますね。はい、でここにはカニの絵が描いてあって辛口って書いてあります。この写真美味しそうですね。卵が美味しそう。でこちらカップヌードル1個のカロリーは367キロカロリー。私は今日10個食べるんで3670キロカロリーですね。じゃあちょっと蓋を開けてみます。お、こんな感じです。あ、カニの香りがね結構します。これはでもカニカマかなカニの香りとスパイシーな香りがします。はい、皆さんこちらあんまり見たことがない光景だと思いますね。カップヌードルの中身を全部こちらに入れてきました。10個分ですね。こちらにお湯を注ぎます。はい、お湯入れてきました。スープがね赤くて美味しそうですね。でもね、私思ってたよりも卵がちょっと少ないなと思って、もっとチリクラブってふわふわな卵がたっぷり入ってるイメージでしたね。はい、じゃあこちらチリクラブペーストをかけていきます。ちょっと温めるの忘れちゃったこういう感じのペーストですね。美味しそう。お味噌とかコチュジャンみたいな感じですよね。ちょっと味見してみましょう。ピリッと辛くて味にコクがあって、お味噌っぽい。とても美味しい。これご飯のお供とかにいいかもしれない。あとはこのペーストをよく溶きます。じゃん、完成です。ちょっと重さを測ってみます。 4.3 キロですね。器の重さを引いて約 3.4 キロです。いただきます。美味しそうです。麺はいつものカップヌードルって感じですよね。スープがね赤くてすごく美味しそう。なんかね、麺を食べた感じではそんな変わった感じせんかったんやけど、スープが結構美味しいですね。で味が濃くてね、ちょっとピリッと辛いです。でも本当にちょっとです。でも辛いの苦手な人はダメかなで、カニの風味がして、で甘みはトマトかな。甘辛くて結構美味しいです。ほら、スープがねさらっとしとるせいですかね。あんまりね麺に絡まないんですよ。でも味が濃厚だけどさらっとしてて食べやすいのかな。美味しいです。具はね、カニとか卵とか、あとおネギですね。カニカマかなで私はちょっとね、もうちょっと卵があった方が美味しいんじゃないかなって思ったんですけど、だからカップヌードルを作る時に溶き卵をかけてお湯を規定の線まで入れれば、ちょっと卵たっぷりのやつになるんじゃないかなって思います。美味しいかどうかは分からないですけどね。卵入れたら大体美味しくなりますからね。美味しくなると思います。スープ赤いですね。ちょっとほんとね、ホットって感じです。ほんとだから辛いのもうダメっていう人は辛いだろうな。辛いのちょっと好きな人は美味しいレベルやと思います。でも大好きな人には物足りないと思います。
あれそういえばね、私さっき作りよる時にまだ茹でてない麺をこう、ね、カップから出す時にねこうカッてこの中入れよったんですよ。全部10カップ分ね。でその時になんかスープの粉が多分目に入ったんでしょうね。めっちゃ痛かったんですよ目薬さしてもちょっと痛くって大丈夫だろうと思って過ごしてたんですけど、はい、大丈夫でしたもう大丈夫です。強い子です。やっぱこういうね香辛料的なやつですからね、目に入ったら一番やばいやつですよね。ものによったらねでもカップヌードルさん安全なものをきっとお使いになられてるから私の目も今は健康な感じです。ありがとうございます。はい、ほとんどスープだけになりましたね。このスープがね、ほんと結構美味しいです。ペースト入れたじゃないですか。あれが結構いい仕事しとるんやろうなって感じがします。あれを入れれば入れるほど美味しくなる気がします。多分最初のスープだけやったらめっちゃあっさりしとるやろうなって感じでしたね。なんてことでしょう。今ねちょっと傾けたらめっちゃそこにペーストが固まってましただからちょっとちゃんと溶けてなかったですね。すいません日清さんせっかく美味しく作ってくれたのに。ご飯にでも合いそうなぐらい濃くなりましたちょっととろみも増したかもしれない。ご飯入れたい完食です。ごちそうさまでした。カップヌードルのシンガポールチークラブ、私結構好きでしたね。スープの味が濃くって濃厚で、濃くと濃厚って一緒の意味ですねスープがねとにかく濃厚でカニのうまみとかピリッと辛いちょっと味噌っぽいような甘いようななんかよくわかんないけどそういうののペースト溶け込んだスープ、そこにトマトのちょっと甘みが加わってすごく美味しかったです。ちょっと残念やったのがね、私が最後の方器を傾けてみたらペーストがそこに固まっていたっていう残念な悲しい出来事がありましたねでもカップヌードルを普通に食べる人もちょっと注意ですよ。多分よく混ぜるとペーストが沈むんじゃないかな。普通の量でも沈むんじゃないかな。だからよく混ぜながら食べてみてくださいね。あとですね、私はふわふわの卵をちょっと乗せたかったですね。カニ玉の卵みたいなやつ。でも十分ね美味しかったです。もうスープの味も濃くってご飯とも合うやろうなーっていう感じがしました。シンガポールもね美味しいものが多いんですよね。結構私好みの味のものが多い気がします。行ってみたいですね。カップヌードルのシンガポールチリクラブとても美味しいのでぜひぜひ皆さんも食べてみてはいかがでしょうか。私これねコンビニでセブンイレブンで買いました。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。